母さんをここに呼んで同居することにしたよ。夫の突然の同居宣言に、私は持っていたカップを落としそうになった。いきなりそんなこと言われても、ここじゃ無理よ。母さんは急に一人になって悲しんでる。だからしばらくここで一緒に暮らそうと思って。来週には引っ越してくるから。交通事故で夫を急に亡くした義母のことを、私も当然心配していた。だからといって、どうして勝手に同居を決めてくるのだろう。急なことで腹が立ったが、それでもしばらくの間ならと、私は自分を納得させようとしていた。けれど翌週、驚くことに、義母は引っ越し業者と共に家にやってきたのだ。お母さん、この荷物は一体どういうことですか？家よりここの方が絶対に居心地がいいからね。どうせならと思って家を売って引っ越してきたのよ。はあ？夫を見るとニヤニヤと半笑いを浮かべて私を見ていた。母さんをここに呼んで同居するって言っただろ？ここは俺の家だ。大黒柱の俺の命令には従ってもらう。ちゃんと母さんの面倒も見ろよ。は？大黒柱って何を言っているの？ここは私がリサ姉から借りてる家だよ。夫はそんな大事なことも忘れてしまっているのだろうか。わかってる。でも今、ここの高い家賃を払っているのは俺だろ？俺の言うことが聞けないって言うなら、この家から出て行けよ。はあ？15万は家賃の半分だけど。ここでやり合ってもよかったが、どうせなら二人にはしっかりと現実を見てもらおうと思い、言い返したいのをぐっとこらえた。私はスーツケースに荷物を詰め込むと、黙って家を出ることにしたのだ。ダメだ、こりゃ。マンションを出た私は大きくため息をつくと、ある人物に電話をかけた。私は岩田美代、35歳。フェイシャルエステサロンを開業して今年で7年になる。美容師を目指して専門学校に行ったのだが、美容について学んでいる間に目指すところが変わっていってしまった。美しさの基本は素肌にあると思い、サロンでの数年の修行の後に自分の目指すお店を立ち上げることにしたのだ。そんな私は結婚して3年になる夫と2人で暮らしている。夫のコウタは高校の同級生で卒業10年目に行われた同窓会で再会した。友人たちと当時ハマっていた天然石のブレスレットの話で盛り上がっていたとき、それに割り込んできたのが夫だった。恋愛運上げたいなら、インカローズの方がいいんじゃない？なんで？っていうか、なんでそんなこと知ってるの？前に天然石に興味持って調べてた時期があったから。ほら、もう20代も後半だし、結婚を考えた出会いなら、インカローズの方が良さそうな気がしただけ。そんなことをさらっと言ってのける、寝癖頭のまま出席している夫に、私は興味津々になった。夫は昔から変な寝癖のついた頭のまま登校していたため、寝癖くんと女子の間ではあだ名がついていた。見た目や人の噂に無頓着なのは知っていたが、こんなに知識人だったとは思いもしなかった。さらに二次会では、私の好きなアニメに夫もハマっていることがわかり、レアな情報をたくさん教えてくれたのだ。そこからは、夫に興味を持った私の方から連絡を取るようになり、やがて交際に発展していった。今日は付き合って2年目の記念日だけど、来年も一緒にいたいから結婚しない？それってプロポーズ？うん。それ以外に何かあるの？いや、あまりにスルッとそんなこと言うから。夫は妙な人だったが、私にとってはとても面白く、居心地のいい存在で、断る理由は一つもなかった。結婚して2年が経った頃、
私に転機というか好機が訪れた。それは大好きないとこのリサ姉からのとんでもない提案だった。10歳年の離れたいとこのリサ姉には、小さい頃から可愛がってもらっていた。一人っ子同士だったので、今でも私たちは姉妹のように仲がいい。リサ姉のその提案はとても素晴らしいものではあったが、私たち夫婦には、いや、夫には刺激が強すぎたのかもしれない。まさかこれがきっかけで、あんな結末を迎えることになるとは。来月から夫の仕事で2年間海外に行くことになったの。ミオ、その間、うちのマンションに住んでみない？え？無理無理。あんなところの家賃なんて払えるわけないじゃない。ご主人のマサトさんは若い頃から起業して成功しており、正直私には想像もできないくらいのお金持ちだった。リサ姉も数年前に経営コンサルタントとして独立していて、順調に利益を伸ばしている。ミオ、前に月収が50万円を超えられないって言ってたよね。一度セレブ体験してみたら？そういう環境を当たり前に思えるようになったら、今の悩みも一気に解決するかもよ。なるほど。お金の感覚を変えてみるってことね。そういうこと。うちの家賃150万だけど、ミオが住んでくれるなら30万円でいいよ。どう？私は頭がクラクラした。今の家賃9万円ですら高いと感じているのに。っていうか、本当は今のマンション気に入ってるから手放したくないだけなんだけどね。でも、マサトもミオなら投資のつもりで貸してもいいよって言ってるのよ。リサの住んでいるマンションはマサトさんの友人がオーナーだった。オーナーのオートムさんは起業家を応援する活動をしている人なので、私の話をすると即 OK が出たということだった。いい話なのはわかるけど、コータに相談してからの返事でいい？もちろんよ、期待して待ってる。この頃の私はサロンをオープンさせてから5年が経っていたが、どんなに頑張っても一人でやれることには限界がある。私の月収が50万を超えることは永遠にないだろうと半分諦めていたのだ。だからこそ私は返事をする前からすでにその金額がプレッシャーとなっていた。重い足取りで家に帰ると、夫は最近ハマり始めた筋トレをやっているところだった。恐る恐るリサ姉からの話をしてみる。いいんじゃない？部屋も広くなるし、仕事場にもめっちゃ近いし。夫は残業が少ないという理由で企業のインハウスデザイナーをやっている。そもそも自分の好きなことだけに時間を使いたいタイプなのだ。リサ姉の住むマンションからなら通勤時間はかなり短縮できるだろう。でもこれまでよりお金の負担が大きくなるよ。ミオの成長のためなんだろ？俺はどっちでもいいから、リサさんと二人で適当に決めていいよ。結婚しても自分の興味のあること以外に夫は無関心だった。多分今回も私の説明など通勤時間の短縮以外大して興味がないのだろう。住むための条件や家賃の説明をしてもうんうんとうなずくだけでちゃんと聞いているのかは疑問だった。結局悩んだ末、私は家賃の半分の15万円を夫に負担してもらい、残りの半分と生活費全部を自分で支払う覚悟を決めて引っ越しをしたのだった。この2年間に自分の人生をかけてみることにしたのだ。すごいね。すごい。これが高級賃貸物件というものに初めて足を踏み入れた時の私たちの第一声だ。玄関横のシューズクローゼットには住めそうだと思ったし、40畳超えのリビングでは盛大なパーティーができそうだった。広い空間の中で総革張りの真っ白なソファーが印象的だった。そのまま使ってねと言われている家具家電も私の人生には縁がないタイプのものばかりで、ここが家だとは到底思えなかった。ホテルのスイートルームにも泊まったことがない私たちにとって、それは夢のように素晴らしく、身が縮こまる思いがした。リサ姉の言ってたことが今ならわかるよ。この環境に慣れたら確かに感覚が変わりそうな気がする。うん、確かに。
こうして私たちの高級マンション住まいが始まった。慣れとは恐ろしいもので、3ヶ月もすると緊張を感じていた家をほっとすると思えるようになっていた。仕事に対する考え方にも大きな変化があった。せっかく引っ越してきたのだから、この立地を利用して何かできないだろうかと考えるようになったのだ。私のサロン、思い切って人を雇ってみようかな。空いた時間で講習会とかやってみようと思ってるんだけど。前からリクエスト来てたやつだよね。ミオがやりたいなら試してみなよ。私は個人で美容系の SNS をやっているのだが、前から直接話が聞ける講習会やお茶会を開いてくれというリクエストがあったのだ。それからは試行錯誤しながら、毎日が勉強と実践の繰り返しだった。くたくたにはなったけれど、結果は好評で、気づけば目標の月収50万は軽く超えるようになっていた。私も変わったが、この環境は夫にも大きな影響を与えていた。何って見た目が変わったのだ。さすがに無頓着でいるには、近隣住民に迷惑をかけると思ったようだ。寝癖をきっちり直して、小綺麗な格好で出かけている。その代わり出かける準備のために、家の中はぐちゃぐちゃになってしまったけれど。なんかさ、会社で今まで喋ったことない人から声かけられるようになったんだよね。だろうね。私から見ても、今が過去で一番かっこいいよ。引っ越してからの1年、私たちの生活は本当に順調そのものだった。その幸せに暗雲が立ち込めたのは、年賀状で引っ越し先を知った義母の訪問からだった。義母は習い事が趣味で、贅沢好きで見えっ張りな性格をしていた。住所見て驚いたけど、本当にすごいお家ね。まさかコウタがこんなところに引っ越すなんて、母さん鼻が高いわ。私たちと同じように義母も驚きの声を上げた。あ、いやお母さん、この家は。そうだろう？俺もやるときはやるんだよ。夫は私の声にかぶせるように言うと、ニヤニヤしながらまるで自分が借りているかのように振る舞った。そして私に向かって、シーッと、唇に一本指を立てた。私が通ってるお教室、ここから近いのよ。帰りに寄りやすいから、今度から時々お邪魔するわね。ああ、連絡してから来るようにしてくれよ。わかってるわよ。私は嫌な予感がしていた。義父は定年後、仲間と趣味の釣りを楽しんでいて、遠出をすることも多かった。そのため、義父がいない日に義母が泊まりに来ることが増えたのだ。気になるのは、義母がリビングの白いソファーで寝泊まりすることだった。何度注意しても、床に布団を敷いても、気づくとソファーで寝ている。お母さん、ここは借りている部屋なので、白いソファーで寝るのはやめてください。あら、ごめんなさい。ついね、ふかふかだから気づくとここで寝ちゃってるのよ。最初の頃こそお客様状態でおとなしかった義母だが、だんだんと自分の家のように振る舞うようになっていった。家具や家電の扱いも雑なので、いつか汚すのではないかとヒヤヒヤしていた。ねえ、さすがにお母さん、頻繁に来すぎじゃない？私たちの家じゃないんだから、少し遠慮してもらってよ。母さんにも味わわせてやれよ。こんな生活、めったにできないんだから。それに来るたび、家の掃除頼んでるから重宝してるだろ。夫は義母についた自分の嘘を訂正してはいないようだった。身なりをきちんとするようになった分、夫は家では本当にだらしがなかった。気軽に片付けを頼める義母の存在は、夫にとっても都合がいいのだろう。けれどもその掃除とやらも、やってくれたのは最初のうちだけだった。ちょっとミオさん、家の片付けが全然できてないわよ。座ってないで掃除機かけなさい。洗面台なんてびちょびちょじゃない。仕事が終わって家に帰ると、義母がいる頻度が増え、私に対して小言を言うようになっていた。夫も義母に感化されているのか、私を責めるようになり、帰宅してからの私のストレスは大きくなっていった。それでも、留守がちとはいえ、実家には義父がいるので、これ以上状況が悪くなることはないと、私はどこかで安心していたのだ。
義母の訪問が増えるようになると、もう一つ私にはストレスの種が増えた。夫の帰宅が遅くなってきたのだ。夜中に酔っ払って帰ってきたり、朝まで帰ってこない日があったり、時には香水の匂いが鼻につくことも。問い詰めると、最近は新しいお店を探して飲みに行くのにハマっているという。いい加減にしてよ。飲みに行くのはいいけど、朝帰りするのはおかしいでしょ。それにどれだけ飲み代にお金使ってるわけ？必要な分はちゃんと渡してるだろう。俺の金をどう使おうが、俺の勝手だろ。黙ってろよ。これまで夫がこんな物言いをしたことはなかっただけに、私は驚いてしまった。けれど私にはもう一つ言わなければいけないことがあった。あなた、クローゼットに入ってるマサトさんのスーツ、勝手に着て行ってるでしょ。そんなことしていいと思ってるわけ？は？お前だってリサさんの服とかバッグ、勝手に使ってるだろう。私は呆れてしまった。この家のものはすべて勝手に使ってもいいと夫は思っているのだろうか。私はちゃんと了承を得てるし、その都度クリーニングに出して戻してるわ。あなたはマサトさんに許可をもらってるの？いや、それはお前からうまく言っといてくれよ。マサトさんのスーツ、すげえかっこいいんだ。身長も近いから俺にぴったりでさ、めっちゃ褒められるんだ。私は怒りが爆発しそうだった。こんな家を借りれる家主のスーツがかっこいいのは当たり前だ。もしも汚していたら、夫には弁償なんてできないだろう。絶対にやめて。すぐにやめて。使ったものはちゃんと手入れして二度と使わないで。うるさいな。ほんとマジでお前うざい。俺、過去最高のモテ期に入ってるんだよ。これ以上口出ししてくるなら離婚だぞ、離婚。私は100年の恋が冷める瞬間を感じていた。そこにいるのはもう私の知っている夫ではなかった。だがそんな中でまさかの出来事が起きた。義父が趣味の釣りに出かけている最中、事故に巻き込まれてそのまま亡くなってしまったのだ。葬儀の準備やら手配やらに追われて、そんな悩みはすっかり頭から飛んでいたのだが、ようやく49日も終わり落ち着いた頃、夫がとんでもないことを言い出した。母さんをここに呼んで同居することにしたよ。夫の突然の同居宣言に私は持っていたカップを落としそうになった。いきなりそんなこと言われてもここじゃ無理よ。母さんは急に一人になって悲しんでる。だからしばらくここで一緒に暮らそうと思って。だからといってどうして勝手に決めてくるのだろう。来週には引っ越してくるから。来週ってなんでもっと早くに相談してくれないのよ。ごめん。でもミオも分かってくれると思って。もう。急なことで腹が立ったが、しばらくの間ならそれも仕方ないか、とも思えてくる。義父を急に亡くした義母のことを私も心配していたのだ。けれど何の相談もなく義母との同居を決めてきた夫に私は不信感を抱いていた。翌週、驚くことに義母は引っ越し業者と共に家にやってきたのだ。お母さん？この荷物は一体どういうことですか？うちよりここの方が絶対に居心地がいいからね。どうせならと思って家を売って引っ越してきたのよ。はあ？夫を見るとニヤニヤと半笑いを浮かべて私を見ていた。母さんをここに呼んで同居するって言っただろ？だから、そんなこと言われてもここじゃ無理って言ったじゃない。それにしばらくの間だって。こんなに広いんだから一人増えたって平気さ。夫は最初からここで義母と同居するつもりだったのだ。義母は夫に何と聞かされているのか知らないが、実家を売ってしまうとは。頭が痛くなってきた私に、夫はさらにおかしなことを言い出した。ここは俺の家だ。大黒柱の俺の命令には従ってもらう。ちゃんと母さんの面倒も見ろよ。は？大黒柱って何を言っているの？ここは私がリサ姉から借りてる家だよ。夫はそんな大事なことも忘れてしまっているのだろうか。わかってる。でも今、ここの高い家賃を払ってるのは俺だろ？は？
夫はもともとお金にも物にも無頓着な人だった。しかしいくら頓着がないとはいえ、ここまでこの家のことを適当に記憶していたとは思いもしなかった。独身時代、夫が住んでいたのは25,000円のボロアパートだった。それから比べれば15万円の家賃というのがバカ高いという感覚はよくわかる。だからといって、この物件をそんな値段で貸してくれると本気で思っていたのだろうか。夫の言うことが聞けないって言うなら、この家から出て行けよ。お前最近、ごちゃごちゃ言うようになってうざいんだわ。そうよ。コータのおかげでこんないい暮らしができてるのに、文句を言うなんて、嫁失格よ。夫の企みが分かった気がした。この家に引っ越ししてから、周りからチヤホヤされることに慣れた夫は、お金の使い方や朝帰りを注意する私をうるさく感じていたのだろう。それが盛大な勘違いとも気づかずに、私を追い出そうとしているのだ。分かったわ。出て行く。でも、本当にそれでいいのね。ああ、お前とは離婚だな。これからは母さんと二人で暮らすよ。父さんの遺産と、実家を売った金もあるから心配しなくていいぞ。離婚届は、後でサロンの方に送るよ。なるほど。義母を呼んだのはそういうことだったのか。ここでやり合ってもよかったが、どうせなら二人にはしっかりと現実を見てもらおうと思い、言い返したいのをぐっとこらえた。私はスーツケースに荷物を詰め込むと、黙って家を出ることにしたのだ。ダメだ、こりゃ。マンションを出た私は大きくため息をつくと、海外にいるリサ姉に電話をかけた。はぁ、何それ。私の妹にそんなことするなんて絶対に許せない。一月だけ待ってて。準備ができたらすぐに帰国するから。リサ姉は夫の行動に激怒し、予定を半年早めて帰国することを決めてくれた。それから1ヶ月が経った頃、夫から電話が入った。家を出てからすぐに離婚届が送られてきたが、その話ではないことを私は知っていた。しばらく放っておいてやろうと思ったが、電話が鳴り止む気配は一向になかった。仕方なく電話を取ると、ミオ、やっと出た。管理会社から家賃が引き落とされないって連絡が来たんだ。いつもと変わらず振り込んでるのに。頼む、どうなってるかリサさんに聞いてくれ。通帳の残高は確認したの？したよ。ちゃんと15万入ってる。私は笑い出しそうになるのを必死にこらえていた。引き落とし用の通帳には当然私は振り込みはしていないし、残高はマンションを出た後に引き出しておいた。15万じゃ、光熱費も引き落とされずに連絡来るわね。高級マンションで電気が使えなくなったなんて恥ずかしいわよ。なんで入れといてくれないんだよ。は？なんで住んでもない家の光熱費を私が払わないといけないわけ？自分がおかしなことを言っている自覚があるのか、夫は黙り込んでしまった。明日は休みでしょ？一度そっちに行くから話をしましょう。わかった。頼むよ。意気消沈している夫の様子が電話越しにも伝わってくる。調子に乗りすぎた罰だ。しっかり尻拭いまでしてもらおう。翌日私は帰国したリサ姉と一緒にマンションに向かった。持っている鍵で開けてもよかったが、一応チャイムを鳴らす。出てきたのは義母だった。はーい、どちら様？って、ミオさん？なんであんた戻ってきたの？離婚したんでしょ？ええ、離婚したので部屋を明け渡してもらいに来ました。は？驚く義母の後ろから罰が悪そうに夫が顔を出した。夫は義母にまだ現状を伝えていないようだ。けれど、私の後ろにいるリサ姉を見た瞬間、大きく目を見開いた。リサさん、どうしてここに？ミオから電話があって、急遽帰国したのよ。あ、こちらにいるのはこの部屋のオーナーで管理人の大友さん。私たちが話し合いに行くことを告げると、大友さんも同席すると言ってくれたのだ。リビングに入ると、たった一月しか経っていないのに、驚きの光景が広がっていた。あの素敵だった空間は、
まるで倉庫にでもなったようだ。義母の引っ越しの荷物が段ボールに入れられたままリビングの端に積まれていたのだ。リサ姉が隣で小さくため息をついた。ソファーにみんなで腰掛けると、大友さんがまずは口を開いた。早速ですが、今月の家賃はいつお支払いいただけるのでしょうか。いや、いつものように15万円口座には入れておいたのですが、引き落とされていないようで。冷や汗をかいてボソボソと喋る夫の姿が情けなかった。今日は昔と同じように頭には寝癖がついたままだった。本気で15万だと思ってたの？最初に私、家賃の半分だけ出してってお願いしたよね。覚えてる？嘘だろ？半分ってことは、本当は30万だったってこと？なんか半分って聞いた記憶があるような。夫はハッとしたような顔をした後、頭をかきむしった。興味がないことに関しては、本当に記憶がないんだと、ちょっとだけ感心してしまう。そうよ。30万。でもここ、本当は家賃150万円だよ。何その金額？俺、自分たちが支払う金額しか聞いてなかったのかも。自分たちではなく、自分が支払う金額の間違いだろう。夫の横で義母も大きく目を見開いている。何？どういうことなの？150万って。ここはコータが知り合いから借りているマンションなのよね。違います。隣にいるリサさんから私が借りているマンションです。2年間の約束で借りていましたが、今回のことで半年早く解約することにしたんです。義母は真っ青な顔になって、夫の膝をバンバン叩いていた。どうするのよ。コータの稼ぎがいいと思って、私家を売り払ってきちゃったわよ。それにいっぱい買い物もしちゃってるのよ。どうするのよ。義母は両手で口を覆うと震え始めた。けれどすぐにリサ姉の方に向き直ると、リサさん、じゃあ今度はコータと15万で契約してよ。半年だけでいいから。ここでの生活をすぐになんて手放せないわよ。あまりにもずうずうしい義母のお願いに、リサ姉の口がへの字に曲がった。ほら、ミオさんも一緒にお願いしてよ。そうね、なんならあなたもここに戻ってきていいから。私はリサ姉と同じく、口がへの字になるのが自分でも分かった。頑張っているミオの活動を応援したくて、ここは貸したんです。そのミオを追い出すようなやつ。私は絶対に許しませんよ。リサ姉が視線を向けると、夫は目を閉じて下を向いた。けれど、ここを出ていくだけで済ませることは、もうできないのだ。それにしても、雑に扱ってくれたものですね。このソファーなんて、もう使う気にもならない。リサは真っ白な、総革張りのソファーについたシミと汚れを見ながら顔をしかめた。2年経って、消耗が激しいものは買い取ってもらう予定だったので、これからチェックさせていただきますね。ちょっと、そんなの聞いてないぞ。下を向いていた夫が顔を上げて、すっとんきょうな声を上げた。普通の賃貸でも、現状回復してから返すでしょ？家具家電をそのまま使わせてもらってたんだから、ひどい使い方してたら弁償して当たり前でしょうよ。これも当然説明していたが、家賃のことすら覚えていないのに、そんな細かなことは脳みその端にすら残っていないだろう。リサ姉は部屋中を歩き回ってチェックを入れていく。キッチンでため息が多く聞こえたので、家電類は買い取りの可能性が高いだろう。そして、寝室のクローゼットを開けたリサ姉は、さらに大きなため息をついた。コウタさん、マサトのスーツ、勝手に着用したのですか？私物を貸すとは言っていないですよ。しかも、これも結構雑に扱ってくれていますね。申し訳ないけど、これは絶対に正規の値段で買い取ってもらいます。だよな、と私は思った。あれほど、もう着るなと言っておいたのに、予想通りクローゼットに置いてあったスーツは、どれも50万超えのものだった。一つ救いがあるのなら、夫が着たのが3着だけだったことだ。コウタさん、あなたにはがっかりよ。
この家はミオとあなただからこそ信頼して貸したの。可愛いミオを傷つけたあなたに、私も情けをかけるつもりはないから。夫はもう顔面蒼白でガタガタと震え出していた。リサが買取額として提示した金額は相当なものだったから。それに追い打ちをかけるように大友さんが話を始めた。私といたしましては、今月の家賃150万と部屋のクリーニング代を合わせて支払いをお願いしたいです。こちらの家賃30万はあくまでミオさんとの契約であって、あなたとの契約ではありません。そして、すぐにでも退去していただくようお願いします。でも、すぐに出ていくなんて無理よ。ミオさん、あなたからもお願いしてよ。うなたれていた義母が顔を上げて大きな声を出した。どうして私が？コウタさんが送りつけてきた離婚届、もう出しちゃってるので、私たち赤の他人なんですよ。赤の他人を助ける義理なんて私にはないですよ。大友さんは義母を憐れむような目で見ながらも、はっきりと厳しい現実を突きつけた。すぐに退去していただけない場合、不法占拠で訴えることになります。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。もう嫌。義母は叫び声を上げて立ち上がると、部屋から出て行ってしまった。夫は魂が抜けたようにしばらく呆然としていたが、助けを求めるように私を見つめてきた。ミオ、ごめん。俺、やっと目が覚めた。ちやほやされて、金持ちになった気になって、おかしくなってたんだ。そうね。やっと正気に戻ったみたいね。ごめん。本当に俺が悪かった。もう一度、新しい場所で一からやり直そう。今更そんなことを言われても、もう私の心に響くことはなかった。信頼関係が崩れた上に、夫が女遊びをしているのを小耳に挟んでもいたのだ。無理よ。さっきも言ったけど、もう私たち離婚が成立してるの。それに、あの時は怒りに任せて離婚届出しちゃったけど、一月経っても全然後悔してないし、すっかり吹っ切れちゃってるから。私は満面の笑みで夫を見つめ返した。その顔を見て諦めたのか、夫は静かな声で聞いてきた。家賃の半分以外はお前が全部出してたんだよな。お前、そういえば今、いくら稼いでるんだ？長らく夫とは仕事の話もしていなかったことに気づく。今はやっと月収が80万を超えたところ。年内には100万円に手が届きそうよ。嘘だろ。なんで話してくれなかったんだよ。頼むよ。やり直してくれよ。夫はソファーから滑り落ちると、そのまま崩れるように床に突っ伏して泣き始めた。寝癖がついたままの髪が揺れる。どんなに生活水準が上がっても、中身はあの頃のままの寝癖くんでいてほしかった。そう思うと、吹っ切れたつもりの私も少しだけ悲しい気持ちになった。その後、不法占拠の言葉に恐れおののいたのか、二人はすぐにマンスリーマンションを借りて出て行った。義父の遺産と実家を売ったお金で何とか支払いと弁償はできたようだが、二人の懐はすっかり寂しくなってしまったようだ。まあ、夫は稼ぎが悪いわけじゃないし、これから身の丈に合った生活をしていけば何とかなるだろう。離婚後、一度だけ夫から謝罪の連絡があった。復縁する気はないけれど、夫には頑張ってほしいと心から願っている。ただその時に、一度上がってしまった生活水準を下げるのは難しいと、同居する義母のことを嘆いていた。習い事や贅沢が趣味の義母のことを考えると、今後の生活は不安材料がいっぱいだ。私は夫に慰謝料を請求しなかった。甘いと思われるかもしれないが、あの寝癖頭の無頓着な夫を変えてしまったのは、私のせいだと思ったからだ。私はあの環境にいたことで、この生活が当たり前なくらい稼いでいるというマインドに自分を変えることができた。おかげで私の活動はどんどん新しい広がりを見せている。でも夫と義母は
あの環境を生活水準を上げる方向にのみ使ってしまったのだ。勘違いしていることに気づきもせずに。私は今、家賃18万円の物件に一人で住んでいる。リサ姉には及ばないが、9万円の家賃にヒーヒー言っていた頃から比べると、かなり自分自身を肯定することができるようになったと思う。これからも自分を信じて、やりたいことを叶えていきたいと思っている。ナレーターの藤宮ひと子です。仕事のモチベーションのためにいい暮らしをしてみるのは、ミオさんにとっては良かったですが、夫さんは調子に乗っちゃって、みるみる家庭が崩壊していきましたね。お金って人をいい方にも悪い方にも変えちゃうので、難しいですね。あと、義母はずうずうしいので、離婚していてよかったと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。